はい、皆さんこんにちは。橘さゆりです。いきなりですが質問です。あなたは人と会話をしてて、自分でも気づかずに相手を疲れさせてしまってませんか？その原因は話の中身ではなくて、無意識の会話の癖だったりします。今日は育ちのいい人が絶対にしない会話の癖3選ということでお話ししていきます。そしてこの動画の最後の方にさゆり先生の小話っていうコーナーがあります。皆さんよかったらぜひ最後まで見てください。そしてチャンネル登録まだの方、今のうちにぜひよろしくお願いします。では一つ目です。相手の話を奪うことです。これどういうことかって言ったら、例えば私昨日旅行に行ってきたんですって言ったら、すぐに私も先月行ってきましたって言ってしまう人悪気はないんですよね。きっと共感してるつもりなんですよね。でも相手からしたら、あれ、私の話終わったんってなります。まず相手の話を聞いてあげてください。どこ行ったんですかとか、それでどうだったんですかとか、でそこからご自身の話をしてください。はい、では2つ目です。否定から入ることです。これどういうことかって言ったら、相手が最近私ウォーキングを始めたんですって言ったら、いや筋トレの方がいいよって言ってしまう人正しいかどうかっていうよりも、まず相手は話を聞いてほしいんですよ。なのでまずお話を聞いてあげてください。あ、そうなんですねとか、いいですねとか、でそこからご自身のアドバイスをしてあげてください。はい、では3つ目です。自分の話にすり替えることです。例えば、昨日こんなことがあってねって言ったら、あ、それわかる、私もこの前ねって言ってしまう人、これよくありますよね。これでは相手の話が自分の話に変わってしまいます。まず相手の話を聞いてあげてください。会話は勝負ではないんです。では今日の話をまとめます。育ちのいい人が絶対にしない会話の癖3つです。まず1つ目です。相手の話を奪わないことです。そして2つ目です。否定から入らないことです。そして3つ目、自分の話にすり替えないことです。実は話し上手よりも聞き上手な人の方がまた会いたいと思われることが多いんです。はい、ではここで皆さんに質問です。この3つの中でこれは一番気をつけたいなと思ったものありましたか？あったらぜひコメント欄で教えてください。はい、では続きましてさゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。はい、ではさゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイついこの間ですね、友達から電話かかってきて、昨日の YouTube 見たんやけどさ、目もめっちゃ腫れてるし、顔もめっちゃむくんでるし、さゆりちゃん大丈夫？なんかあったん？って言われて、で私と思ってちょっと心当たりあったんですね。ほんで改めてその動画を見返してみたんですよ。で見たら自分でもびっくりしました。と思って、ほんまや、めっちゃむくんでるわと思って、これはもう心配するわと思ってほんでなんでああなったかって言ったら、その撮影する前の日に飲み会があって飲んでたんですよでも普通に夜の10時に帰ってきたし、早く寝たし、なのにあれすごい、でもあれまだマシになった方なんですよ。朝一もっとすごかったですもん。朝起きてもう本当にびっくりしました。もう鏡見たら別人だったもん。と思ってびっくりしたもん。すごい。なのでこれからは撮影する前の日はもうお酒は控えようと思って決めました。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか？ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。